自分を整える9つのスイッチ。忙しい人ほど朝が雑になる。目覚めてすぐスマホを見て、気づけば誰かの世界に引きずり込まれている。でも本当に人生を変えたいなら、変えるべきはたった一つ、朝の最初の行動だ。この習慣を知っている人は静かに前に進んでいる。誰かのためじゃない、自分を整えるための朝。その最初の9分間が一日を変え、積み重ねれば人生を変えていく。起きた直後、スマホではなく太陽を見る。目覚めた瞬間、手が伸びるのはスマホだろうか、それともカーテンだろうか。現代人の多くは目覚ましを止めたその手で反射的に通知を確認し、 SNS を開く。まだ思考がまとまっていない状態で他人の言葉や世界を浴びてしまう。これはつまり起きたばかりのまっさらな意識に他人の価値観をつぎ込むということだ。それが数分であっても脳は受け身の状態に切り替わる。まだ目覚めてもいないのに比べてしまう、焦ってしまう。自分の呼吸さえ感じられないまま一日が始まってしまう。ではどうすればいいのか。必要なのはまず自分に戻ること。その最も自然で効果的な方法が太陽の光を浴びるという行為だ。人間の体内時計は24時間よりも少しだけ長い。だから放っておけば一日は少しずつずれていく。これを毎朝リセットしてくれるのが朝の光である。特に目に入る太陽光は脳内のセロトニン分泌を促進し、心と体を覚醒させる。起きたらまずカーテンを開けて外を見る。たとえ曇り空でも自然光の効果は蛍光灯の何倍もある。目を細めてでも光を意識的に取り入れる。それだけで頭がすっと冴え、呼吸が整い、自律神経がスイッチを切り替える。太陽の光は誰にでも平等で無料で、しかも確実に作用する最高のモーニングドリンクだ。スマホを見る代わりに太陽を見るという行為はたった数十秒のことかもしれない。でもそれは今日他人のリズムで生きるか自分のリズムで始めるかの分岐点でもある。通知やニュースは後でいい。朝の光だけは今しか浴びられない。目の前の世界を感じること。それはあなたの心を今日に引き戻し、自分自身の意識を今ここに据えるための第一歩になる。人生は習慣の連続でできている。けれどその習慣の根本を決めるのはいつも最初の選択だ。スマホか太陽か受け身か主導権か。その小さな選択が未来を確かに変えていく。コップ一杯の水で体内スイッチを入れる。私たちは眠っている間におよそコップ一杯分の水分を呼吸と汗で失っている。けれど目が覚めた時、その渇きに気づく人はほとんどいない。無意識のまま一日を始めてしまえば、心も体も本調子になるまでに何時間もかかることになる。だからこそ起きてすぐの一杯の水は特別だ。これはただの水分補給ではない。文字通り体内のスイッチを入れる行為だ。私たちの体は60% 以上が水でできている。血液、リンパ液、細胞の内外にあるすべての水は生命活動のすべてを支えている。寝ている間にそれが不足している状態では血液はややドロドロになり、臓器も本来の働きができない。だからこそ最初の一杯の水は血液を流し、細胞を潤し、腸を目覚めさせ、脳の回路までもゆっくりと動かしてくれる。冷たすぎない常温の水をゆっくりと喉を通して飲む。それだけで内側から体が目を覚まし始める。水には心を整える力もある。コーヒーのように刺激を与えるものではなく、じんわりと広がっていくような穏やかな力。何も混ざっていないただの水というシンプルさが逆に意識をリセットしてくれる。ここで大切なのは急がないこと。目覚ましが鳴って慌ただしく準備に追われるのではなく、まず一度水を飲んで立ち止まる。その行為自体が自分のリズムを取り戻すことにつながる。日常の中には多くの選択と判断がある。でも朝の最初に選ぶべきは何を読むかでも何を食べるかでもない。まず自分の命を支えるものを取り入れることだ。水を飲むという行為は単なる習慣に見えるかもしれない。しかしそれは今日をどう扱うかという自分自身への問いかけでもある。大切に始めた日は大切に扱いたくなる。粗末に始まった日は何もかもが雑に流れていく。だから今日もまたコップ一杯の水があなたのすべての始まりになる。誰かのためじゃなく自分を目覚めさせるために。頭を空にする時間を3分だけ確保する。目覚めた直後、頭の中は不思議な静けさとかすかな混乱で満ちている。今日やるべきこと、昨日の記憶、漠然とした焦り、そして言葉にならない雑音。そのまま何も考えずにスマホを開き、ニュースを読み、SNS を眺めれば脳は一気に外の世界へ引きずり込まれる。するとその日はずっと追いかけられるモードで過ごすことになる。だからこそ大切なのはたった3分。何もしない、何も考えない、
ただ空白を作る時間を確保すること。それは特別な瞑想でも難しい呼吸法でもない。ただ目を閉じて自分の内側に意識を戻す。それだけでいい。朝というのは心と体と頭がまだ整っていない、いわば未完成の時間。そこに情報を詰め込むよりもまずスペースを空けてあげることが重要だ。人間の脳は空白がないと新しい発想を生み出せない。予定と義務と情報でぎゅうぎゅうに詰まった脳では心の声も体の違和感も気づく余地がなくなる。だから3分だけ自分の呼吸に耳を澄ます。吸って吐いて、その繰り返しに集中する。考えが浮かんでも構わない。浮かんだらただ見送る。追いかけない。それだけでいい。このたった3分の空白はその日一日を自分のペースで進めるための土台になる。誰かの声よりも先に自分の内側と対話すること、それが主導権を取り戻すことにつながる。慌ただしい日々の中では何かしなきゃと焦ってしまうけれど、実は何もしない時間こそが最も意味のある選択になることもある。何もしていないようで心は整っている。何も浮かばないようで脳は休んでいる。何も変わらないようで自律神経は静かに切り替わっている。この時間はあなたにしか与えられない。誰のためでもない。あなた自身のための3分間。その短い静寂があらゆる騒音からあなたを守ってくれる。一日の始まりに空白を持つ人は強い。その静けさの中であなたの意識は確実に整い始めていく。口角を上げるだけのセルフプログラム。感情が表情を作る。それは心理学でも生理学でも知られた事実だ。しかし逆に表情が感情を作ることもまた科学的に証明されている。つまり笑うから楽しいのではなく、楽しいから笑うのでもない。ただ笑顔を作るだけで心が整っていくという事実がある。朝鏡の前に立った時、まだ気持ちは眠っていてぼんやりしたままかもしれない。そんな時こそ意識して口角を1ミリだけ上げてみる。無理に笑顔を作る必要はない。ただ少し上げるだけでいい。このわずかな動きが脳に伝える情報は思った以上に強い。脳は今自分はポジティブな感情状態にあると誤認する。そしてセロトニンやドーパミンといった心のバランスを整える神経伝達物質の分泌が促される。これは思い込みではない。脳は表情から状況を判断する仕組みを持っている。つまり笑顔でいる自分を認識することで、きっと今は悪くない時間だと勝手に解釈し、全身の状態を整えてくれる。たった数秒の口角を上げるだけのセルフプログラム。それだけで心の姿勢が変わる。猫背でいる人が背筋を伸ばした瞬間に思考まで前向きになるように、この小さな変化は意外なほど力を持っている。しかもこの習慣は道具も時間も必要ない。ただ意識だけでできる自分自身への最高の贈り物だ。特に朝は感情が不安定になりやすい時間帯。昨日の疲れが残っていたり、これから始まる仕事に不安を感じたり、まだ何も起きていないのになぜか気が重いということもある。そんな時、言葉で自分を奮い立たせるのは難しい。でも表情なら変えられる。身体の方が心よりも素直に動く。そしてその動きが感情を導いていく。朝のこの数秒のプログラムは気持ちを整える準備運動のようなものだ。この積み重ねが自分の感情を自分で扱える人へと育ててくれる。今何もいいことなんてないと思う日でも、笑顔を作ることで脳はそうでもないと答え始める。そしてほんのわずかな変化がやがて大きな心の安定につながっていく。他人に見せるための笑顔ではなく、自分自身のために整える笑顔を毎朝静かに仕込んでおく。それはきっと何よりも確かな自分の守り方になる。服を選ぶとき、自分を褒める視点を持つ。朝クローゼットを開ける瞬間、その日の空気感や気分、予定を考えながらどんな服に袖を通すかを決める時間がある。けれど多くの人が無意識のうちにどう見られるかを基準にして選んでしまっている。誰かにどう思われるか、失礼にならないか、浮かないか、褒められるか、そうした視点が悪いわけではない。けれどそればかりが積み重なっていくと、やがて自分が何を着たいのか、何が似合うのかさえわからなくなってしまう。本来服を選ぶ行為は今日の自分にどんな気持ちでいてほしいかを自分自身に伝えるための儀式のようなものだ。ただ体を覆うための布ではない。それは自分を肯定するためのスイッチでもある。だからこそ服を選ぶときには一言でもいい、自分を褒める言葉を添えてみる。これ私に似合う。今日の私はこの色がしっくりくる。この服好きだ。それだけで心の温度がふっと上がる。自己肯定感はこうした小さな積み重ねでしか育たない。誰かから褒められるよりも自分で自分を認めることの方が心の根を深く支えてくれる。鏡に映る自分に悪くないと思える服を着る。それは今日をどう生きたいかを自分に宣言することでもある。気持ちが沈んでいる日は
あえて明るい色を選んでもいい。力を出したい日は過去に褒められた服を着てもいい。その時自分を否定する視点ではなく、少しでも肯定できる視点で服と向き合ってみる。似合っていない部分ではなく、なんだか今日はいい感じと思えるところに目を向ける。ファッションという言葉の中に自己演出という意味はある。でも自分自身を大切にするための演出なら、それは演技ではなく自分を守る方法だ。そして何より、そうして選んだ服は一日中あなたに寄り添ってくれる。心が折れそうになった時も、この服好きだったなと思い出せるだけで少しだけ姿勢が変わることもある。朝のたった数分間、服を選ぶという行為を自分を整える時間に変えるだけで、一日の足元がぐっと安定してくる。今日の自分に自分で OK を出してあれる。それができる人はどんな日でも折れにくい。5秒間のストレッチで流れを変える。人間の身体は眠っている間に少しずつ固まっていく。筋肉も関節も長時間動かさなければ柔軟性を失い、血の巡りは穏やかどころか鈍くなってしまう。けれど朝は多くの人にとって忙しい時間だ。運動やヨガの時間を確保する余裕なんてない。そんな人にこそ試してほしいのがたった5秒のストレッチである。これは決して形だけの伸びではない。意識を向けて呼吸とともに体を動かす。その5秒間が心と体に流れを作る。例えば両手を真上にぐっと伸ばし、肩甲骨を寄せながら背中を大きく開く。目を閉じて深く吸ってゆっくり吐く。それだけで肺が目覚め、背筋が通り、身体の中心にある軸がすっと立ち上がるような感覚が生まれる。ストレッチというのは単に体を柔らかくするためのものではない。自分の身体に目を向けるための時間でもある。忙しい日々の中で私たちは自分の内側に目を向けることを忘れがちだ。体の違和感も痛みも心のサインも見逃してしまう。だが5秒でも体を動かせば、その瞬間だけは意識が戻る。肩が凝っている、腰が重い、呼吸が浅い、そんな小さな変化に気づけるようになる。そしてそれが無理しすぎないでという自分から自分への小さなメッセージになる。さらにストレッチには血流を促進し、脳への酸素供給を活発にする効果もある。つまりほんの数秒の動作がそのまま思考力や集中力にもつながっていくのだ。ここで大切なのは正しさではない。完璧なフォームも美しいポーズもいらない。大事なのは自分のために時間を取るという意志と、そのわずかな動作に込められた集中だ。この5秒は生活の流れを変えるスイッチになる。だらだらと過ごす朝と意識的に体を起こした朝では、その後のリズムが全く違ってくる。誰かに見せるためじゃない。記録をつけるためでもない。ただ今日という一日を自分の足で立ち上がらせるためのほんの5秒の儀式。やるかやらないか、その小さな選択が予想以上に大きな違いを生む。朝の流れは自分で作れる。そしてその第一歩はたった5秒で変えられる。冷たい水で顔を洗い、気持ちを切り替える。目覚めた直後、どこかぼんやりとしたまま時間に追われる朝。体は起きているはずなのに、意識はまだ夢の残り香を引きずっている。そんな時、最も手軽で最も効果的にスイッチを入れる方法がある。それが冷たい水で顔を洗うことだ。洗顔という行為は日常のルーティンの一つに過ぎないと思われがちだが、その行動には明確な心理的、生理的作用がある。特に冷たい水を使うことで体温の変化を通じて交感神経が刺激され、眠気が引き、脳が覚醒モードへと切り替わる。冷水は体の内側にある今ここに意識を戻してくれる。水の冷たさに触れた瞬間、脳は反射的に目を覚まし、それまでまとわりついていた思考のもやがすっと晴れる。それは感情のリセットでもあり、意識の更新でもある。さらに顔というのは感情が最も現れる場所でもある。怒り、悲しみ、不安、疲労、それらはすべて表情ににじむ。その顔を冷たい水で包み込むように洗うことで、体だけでなく心までもが一つの区切りを迎える。よし、ここから始めよう。そんな気持ちが自然と湧いてくる。何かを言い聞かせる必要も気合を入れる必要もない。ただ水の冷たさが静かに背中を押してくれる。ここで大切なのは、気持ちを整えるために洗うという意識を持つこと。眠気を取るためでも肌をきれいにするためでもない。この水で自分を整えると意識して触れることで、その行為は単なる動作ではなく心の儀式に変わる。どれだけ忙しくてもほんの数十秒のこの時間だけは自分のために使う。目を閉じて水をすくい、ゆっくりと顔を包む。その繰り返しが心に静けさと清潔さを取り戻してくれる。そしてタオルで水を拭き取った瞬間、そこにはもう目覚めきった新しい自分がいる。昨日までの疲れもモヤモヤもその一連の流れの中で自然に手放せている。水には
浄化の力がある。それは見えない心の汚れにも作用する。冷たい水で顔を洗うというたった一つの行動があなたの一日をゼロから始めるスイッチになる。今日という日はここから整う。新しい顔で新しい自分として静かに前に進めばいい。朝食は整えるために食べる意識を持つ。朝ごはんを食べる理由を問われたとき、お腹が空いたから、健康にいいからと答える人が多い。しかし、それだけでは少し物足りない。朝食という行為には、本当はもっと深い意味がある。それは整えるという意識だ。体を整え、心を整え、一日の土台を作るという目的を持つことで、朝食はただの食事から自分を作る時間へと変わっていく。眠っている間、私たちの体はゆっくりと代謝を続けている。水分もエネルギーも減っている状態で、そのまま活動を始めると、集中力は鈍り、感情も安定しない。まるでガソリンの入っていない車のように、無理に動かせばどこかに無理がかかる。そこで朝食が必要になる。けれど、ただ食べるだけでは足りない。何を、どのように、どんな気持ちで食べるか。そこに意識を向けることで、朝のエネルギーは全く違う形で作用してくる。例えば、温かいスープを一口ずつゆっくり味わう。炭水化物を少しだけ取り、脳にエネルギーを送る。果物の酸味で体を軽く起こし、噛むという動作で、交感神経に火を灯す。その一つ一つが、内側からあなたを目覚めさせる。忙しい朝ほど、適当につまんで終わらせがちだ。だが、そこであえて数分でも自分を整える時間として、朝食に向き合うことができたなら、その日一日の集中力、判断力、穏やかさが変わってくる。大切なのは、栄養の知識ではなく意識の質だ。これは私の心と体を整えるための行為なんだ。そう思いながら口にするだけで、胃の動きも、血流も、思考のスピードさえも、優しく整っていく。そしてもう一つ、朝食には気持ちを切り替える力がある。眠っていた自分と、起きて動き出す自分の間に、朝食という箸をかけることで、一日が始まるリズムが作られる。それがパンであれ、ご飯であれ、ヨーグルトでもいい。重要なのは選んで食べるという主導権を自分が持つこと。どんなに忙しくても、少しだけでもいいから、自分のために準備されたものを、自分のために食べるという意識を忘れないこと。朝食とは、今日という一日をどんな質で生きるかを決める行為でもある。そして、それは自分を大切に扱うという最初の表現でもある。慌ただしい中でも、その意識一つで、心が整う。整った心は、整った言葉を生み、整った行動を導く。そしてその積み重ねが、整った人生を作っていく。最後に、今日やらないことを一つ決める。私たちはいつも、やることリストに追われている。朝起きてから寝るまで、予定や義務、タスクが頭の中を占拠し、それをこなすことが、一日のすべてのように感じてしまう。けれど本当に必要なのは、何をやらないかを決めることではないだろうか。何を手放すか、どこで線を引くか。それが、自分を守り、整えるための最後の習慣になる。朝、身支度を整えた後、ほんの数秒でいい。心の中で今日やらないことを一つだけ決める。それは小さなことで構わない。SNS をだらだら見ない。嫌われたくないと思って無理に笑わない。自分を責める言葉を使わない。人のペースに飲み込まれない。たった一つ、やらないことを明確にするだけで、意識は驚くほど静かに引き締まる。やることを増やすより、やらないことを減らす方が、心はずっと軽く、そして自由になっていく。人間の集中力も、意志力も、一日で使える量には限りがある。そこに無数のやらなければを並べてしまえば、本当に大切なことに使うエネルギーが、いつの間にか失われてしまう。今日やらないと決めたその一つが、あなたにとって必要な余白を作る。それは、呼吸を深くし、思考を広くし、感情の波を静かに受け止めるためのスペースになる。そして何より、選ぶ力が戻ってくる。ただ流されるのではなく、これはしないと自分で選んだという感覚が、主体性と自尊心を回復させてくれる。やらないと決めたことで、本当にやりたいことが見えてくることもある。その選択は、外から見れば小さくても、内側のバランスに与える影響は決して小さくない。やらないことを決めるというのは、人生にブレーキをかけることではない。むしろ、自分にとって不要な雑音を取り除くことで、本当に進みたい方向へと、静かに舵を切る行為なのだ。毎朝、自分に問いかけてみる。今日は何をやらないか。その問いが、今日の自分を守ってくれる。そしてその積み重ねが、明日の自分を育てていく。一日を整えるというのは、すべてを完璧にやり遂げることではない。不要なものを、勇気を持って手放せることでもある。今日の朝が、人生の質を決める。一日は、朝で決まる。そして朝は、たった数分の選択で整えられる。誰かの声ではなく、自分の感覚で目を覚ますこと。慌ただしさではなく、
静かな意志で動き始めること。それができた日は、心がぶれない。周囲に振り回されず、自分の歩幅で進める。特別なことをしなくてもいい。ほんの少しの意識と小さな動作、その積み重ねが確かに人生の質を変えていく。朝、自分を大切にする人は日中も他人に振り回されずにいられる。夜、満たされた気持ちで一日を終えられる。何かを増やすのではなく、今ある時間を丁寧に使うこと。それだけで日々はしなやかに整っていく。今日もまたあなたの朝があなたらしく始まることを願っている。